あなたのスマホは絶対にハッキングされていないと言い切れますか？遡ること数ヶ月前の2022年3月、ベトナムのゲーム会社スカイメイリースが運営するネットワークがハッキングされ、多額の仮想通貨が盗み出されました。この事件を受け、アメリカ政府は FBI 協力のもと捜査を決行。犯人を特定し、次のような決断を下します。このハッキングに関与している仮想通貨アドレスに経済制裁を加える。アメリカ政府は事件を起こしたハッカー集団について、彼らがアメリカ国内に持つ資産の一切を凍結したんです。しかし、なぜ他国で起きたサイバー犯罪に対しアメリカ政府がここまで躍起になっているんでしょうか？その理由はこのハッカー集団が盗み出した金額にあったんです。彼らが盗み出した仮想通貨の金額は約6億ドルだったんです。世界を揺るがすサイバー犯罪を次々と行う天才ハッカー集団。国家レベルのセキュリティをものともしない彼らの正体とは？秘密裏の計画を進める彼らは早い日本人の空にも潜んでいるんです。おっす、ハッカーのケンちゃんです。そうなの？おっす、あなたの心の天才ハートハッカー、やみやみこよ。今回皆様にご紹介するのはアメリカが国家レベルで危険視している天才ハッカー集団についてなんです。ハッカーってあれでしょ？人のパソコンになんか勝手に侵入したりするやつでしょ？でも国家レベルで危険視されてると人のパソコンに入ったどころじゃないでしょ？何したの？この事件を知ってね、家とか PC とかスマホとか含めて何も起きてないうちはね意識しないと思うんですけど、セキュリティってマジで大事だなって思いますね。さてね、このハッカー集団っていうのは一体何者なのか、彼らが注目されるきっかけとなった事件を見ていきたいと思います。そして動画の最後にセキュリティ含めたね、ちょっと重要なねお知らせもあるんで、よかったら見てみてください。知らぬ間に盗まれた6億ドル。遡ること数ヶ月前の2022年3月、ベトナムのゲーム会社スカイメイビスに次のような連絡が入りました。5000イーサリアムが引き出せないんだがどうなっているんだ。この会社が運営しているのは対戦型オンラインゲームアクシーインフィニティ。ゲーム内の成績によって仮想通貨と交換可能なポイントを獲得できるのが特徴のゲームで、遊びながらお金を稼げると東南アジアで絶大な人気を誇っているんです。このアクシーインフィニティをプレイするユーザーからなぜか稼いだお金を引き落とせないという連絡が相次いだんです。ゲーム会社は急いでシステム上の問題を調査すると、ゲーム内のお金を引き落とせなかった驚くべき原因が判明するんです。同社が仮想通貨の取引に使っていたネットワーク、浪人ネットワークがハッキングされ、多額の仮想通貨が盗み出されていたんです。その額なんと約6億ドル、日本円にして約760億円もの大金だったんです。いや、これどこの銀行狙ったらそんな大金手に入るの？今回狙われたのは銀行じゃなくて仮想通貨取引所のサイドチェーンという、ね、システムなんです。サイドチェーン？ブロックチェーンとかなんかちょっとちらっと聞いたことあるけど、サイドチェーンって初めてだ。サイドチェーンとブロックチェーンね、ちょっとややこしいじゃないですか、名前もね。というわけでね、本日のメトラキーワード、ブロックチェーンとサイドチェーンについて。ブロックチェーンとは仮想通貨取引に用いられるシステムで、不特定多数の利用者が過去に行った取引の情報を暗号化し、鎖のように一つなぎにする技術。すべての取引が紐づいていないと不具合が生じるため、データの破壊や改ざんが非常に困難だとされているんです。ブロックチェーンは安全性が高い一方で、決済に10分以上の時間を要するなど、処理速度の面でデメリットがあります。そのデメリットを解消するために作られたのがサイドチェーンです。サイドチェーンはメインのブロックチェーンとは別のシステム上で決済などの処理を行う技術。処理速度が速くなるほか、自動で送金処理を行えるなど、ブロックチェーンの機能を拡張できるメリットがあるんです。簡単に言うとサイドチェーンってそのブロックチェーンを補助するための技術ってことよね。そういうことですね。ただまだ新しい技術なので、セキュリティ的に不安な要素もまだまだ残ってるんですよね。だから外出先とかで Wi-Fi 使うときに VPN とか使って暗号化するみたいなセキュリティを自分でちゃんと守っていかないとね、本当に大変なんですよ。この約6億ドルという途方もない額の盗難事件に対しいち早く反応したのがアメリカ政府でした。アメリカ政府は FBI 協力のもと盗み出された資金が送られた仮想通貨アドレスを特定、犯人を経済制裁リストに加え、アメリカ国内の資金の一切を凍結したんです。しかし犯人にとってアメリカ政府のこの動きは何ら意味をなさないものでした。犯人は以降も中国などの裏ルートを介し、経済制裁を巧みに回避しているというんです。アメリカ政府や FBI さえも手玉に取ってしまうこの犯人は一体何者なのでしょうか。実は彼らはかねてからアメリカ政府に危険視されていた天才ハッカー集団、その名もラザルス。ラザルス？恐竜？それザウルスな。ザウルス。ベタだな、お前の笑いは。彼らはですね、本当に悪名高い集団で、これまでにも数々のサイバー犯罪を起こしている集団なんです。ハッカー集団ラザルス。
ラザルスは2009年に行われた韓国政府へのサイバー攻撃を皮切りに世界中の政府や金融機関などに多大な被害を及ぼしてきたハッカー集団。ラザルスの犯行で特に甚大な被害が出たとされるのがコンピューターウイルスワナクライを使用したサイバー攻撃です。2017年5月、ワナクライの感染で世界約150カ国30万台以上のコンピューターがロックされる事件が発生。ロックされたパソコンの中には病院や大学、金融機関など重要な施設で使用されているものも多数含まれていたんです。個人やちょっとした組織のレベルでこれだけ大規模なハッキングが行えるというのは考えにくい話。そんなラザルスの背後にいると考えられているのが北朝鮮政府。政府？国がやってんのこれ？北朝鮮はこれを否定しています。ただこれまでにも北朝鮮が関与していると見られているハッキング事件いくつもあるんです。2014年11月、ソニーピクチャーズのコンピューターネットワークにとあるハッカーが侵入。複数のコンピューターを故障させ、社内システムをシャットダウンしているんです。さらに、このハッカーは社内の作業を妨害しただけではなく、未公開映像や個人情報などを漏洩させ、ソニーピクチャーズに重大な打撃を与えたんです。このハッカーの動機は、ソニーピクチャーズが映画ザ・インタビューを作ったことでした。ザ・インタビューはある人物を中心に進むコメディ映画です。その人物とは、キム・ジョンウン第一書記。映画の内容はキム・ジョンウン氏にインタビューするために北朝鮮に向かったテレビスタッフ2名が CIA からキム・ジョンウン氏の暗殺を依頼されるというものでした。北朝鮮政府はこの映画の制作・公開に対し強い不快感を示していたんです。なるほどね。だから北朝鮮政府主導でハッキングが行われたってこと？断定はできないんですけど、状況証拠的にその可能性否めないよね、とも言われてるんですよね。事件を起こした際、ハッカーはその名をガーディアン・オブ・ピース、平和の守護者と名乗っていました。これは北朝鮮の平和を守るためソニーピクチャーズを攻撃するという意思表示だったのかもしれません。そして事件から4年後の2018年、一人の男性がこの事件を含む4件の重大なサイバー犯罪に関与した容疑で起訴されました。起訴された男は北朝鮮のコンピュータープログラマーパーク・ジーヒョク。この男はラザルスの一員だと考えられているんです。単に自分の国を揶揄するね、映画の公開に怒った犯人が政府の判断と関係なしに勝手にやった可能性もあるんですけど、確かにそれは否めないね。決定的な証拠は今ないわよね。仮に政府が関与しているとして、なぜラザルスはこんな大規模なハッキングを行う必要があるんでしょうかというところなんですけど、実はそれはある恐ろしい目的を達成するためだったんです。ラザルスの目的。ラザルスの首謀者ははっきりしていないんですが、アメリカのメディアは北朝鮮政府が背後にいるかのように報道しているんです。また、ラザルスと北朝鮮政府に関係があると思っているのはメディアだけではありません。ソニーピクチャーズのハッキング事件を受け、捜査体制を強化した FBI は次のようなコメントを発表しているんです。各省庁と連携した捜査の結果、我々 FBI は様々なサイバー攻撃の責任が北朝鮮政府にあると判断するのに十分な情報を得ている。ただ、ソニーピクチャーズのハッキングは映画の影響だとしても、その他のラザルスの標的は北朝鮮と特別な因縁があるわけではない組織にまで及びます。彼らは何のために無差別に犯行を繰り返しているんでしょうか。実はこれは北朝鮮政府の資金調達のためだと考えられているんです。北朝鮮政府の関与が疑われているハッカー集団は全部で3つ。1つはこの動画で紹介しているラザルスグループ。2つ目はラザルス内の小グループでもあるブルーノルフ。3つ目はカジノサイトを攻撃したり韓国軍を標的とした情報収集を行っているアンダリエルです。ラザルスと同じくその他2つのハッカー集団もハッキングを通じ多額の資金を盗み出しています。それらの資金は全て北朝鮮政府が企てているある計画に当てられている可能性があるんです。その計画とはミサイル攻撃。いやちょっとやばいじゃないこれ。本当だとしたらさ、仮想通貨の事件でミサイル開発するためのお金めちゃくちゃ潤沢に揃っちゃったんじゃないの？僕らね、日本人も他人事じゃないですよね。そしてね、この日本にもミサイルとはまた違った別の脅威が迫ってきているんです。身近に迫る危険。各国の政府や軍部、金融機関などをターゲットにしている北朝鮮のハッカー集団ですが、実は私たちの身近なところに潜んでいる可能性もあるんです。近年彼らの温床になっているとされるのがクラウドソーシングサイト。企業がネットを介して不特定多数のユーザーに業務を発注できるサイトで、在宅ワークの需要に伴って利用者が増えているんです。クラウドソーシングは仕事の受発注がオンライン上で完結するという面で非常に便利。しかし使い方に気をつけないと知らないうちにハッカーに協力してしまっている可能性があるんです。どういうこと？実はね、日本で実際にこんな事件があったんです。よし、終わった。男が満足げに眺めるのはクラウドソーシングサイトのメッセージ画面。作業が終わりました。ご確認よろしくお願いいたします。男は作り終わったデータを添付し、発注元企業にメッセージを送った。そして次の瞬間、男は何者かに電話をかけ始めた。
俺だ、お前の口座に報酬が振り込まれているから、手数料を引いた金額をいつもの口座に振り込んでおいてくれ。男が話をしている相手は、男がサイト上で振込先に指定している銀行口座の持ち主。男がサイト上で使っている名義も電話の人物のものだった。日本の企業もバカだよな。俺が誰かも知らないで重要な機密情報をホイホイよこすんだから。男はそう言って笑うとパソコンの電源を落とす。この男の正体は、北朝鮮の IT 労働者。日本で他人の名義を使って仕事をし、ソフトやアプリの開発に携わりながら社内情報へのアクセス権を得るハッカーだったのだ。怖いわね。信じて雇った人は北朝鮮のハッカーだったかもしれないってことでしょ。そうなんです。実例はね、まだ出てないんですけど、素性を偽った北朝鮮の技術者が日本の企業や政府から仕事を受注したっていうことも分かってきてるんです。クラウドソーシングを利用する際、いくら納品物のクオリティが高いといっても、相手の素性を確認せずに仕事を依頼するのは実は危険な行為なんです。高度なコンピューター技術を持つ北朝鮮のハッカーは、一見すると有能な技術者。知らないうちに自社をサイバー攻撃の危険にさらしてしまう可能性は往々にしてあるんです。また、銀行口座の名義を他人に貸すことは、それ自体が犯罪に当たるケースも多いため、絶対に協力してはいけません。実際、日本国内でも北朝鮮の IT 労働者に協力した人物が逮捕される事件が起こっています。仕事や買い物など、生活のあらゆることがオンラインで済まされるようになった昨今、北朝鮮のハッカーの標的は一般層にまで確実に広がりつつあるんです。ここまで身近になっちゃってさ、経済制裁とかやってるわけでしょ。それでも効果ないなんてさ、やりたい放題じゃない。北朝鮮がまずここまでね、ハッキングの技術があるってことも驚きなんですけど、やられる側もやられっぱなしじゃないんですよ。そうよ。成功法ではないものの、一矢報いた人もいるんです。2022年1月26日、北朝鮮のインターネットが突然ダウンして接続できなくなる事件がありました。特定のサーバーやサイトではなく、なんと北朝鮮のネット自体が6時間も遮断されたんです。犯人として名乗り出たのはアメリカ在住のハッカー P4X。P4X は1年前に北朝鮮のハッカーからハッキングを受けていました。幸い大きな被害はなかったものの、北朝鮮のサイバー攻撃が個人にまで及んでいることに脅威を感じたといいます。この時アメリカ政府も特に対応してくれなかったため、 P4X はこのまま奴らを野放しにしていてはダメだと報復を決意。1年かけて準備し、見事復讐を成し遂げたんです。国全体のネットを落とすとかさ、個人のハッカーができるもんなのこれ。すごいっすよね。復讐はね、行き過ぎた例だとしても、これだけ身近にハッカーがいるような世界線だとですね、やっぱり僕らも個人で対策とかもね、しないとね。そう、私の携帯ハッキングされちゃったりしないかしらと思うわよ。でもさ、対策って言ってもどうすればいいかよくわかんなくない？いきなり言われて。一番簡単なのは、VPN 接続です。何それ？僕スマホにエクスプレス VPN ってアプリ入れてて、これを使うと、ある程度セキュリティのね、担保ができる。VPN 接続ってさ、それ見せられてもなんか難しそうじゃない？ね、僕のスマホも可愛い。やかましいわ、ちょっと。実はね、エクスプレス VPN はボタン1個でね、こうできるんですよ。これで接続完了ですね。これで終わり？そうです。これでセキュリティが担保した通信ができるんですよ。ボタンポチってしただけ何がどうなったの？例えばカフェとか行くと、あそこの Wi-Fi って暗号化されてないものが多いんですよ。暗号化。で、そういったところでクレジットカードとかのセキュリティ情報を扱うと、ハッキングされて抜き取られる可能性全然あるんですよ。そうなんだ。だから僕は VPN オンにして、カフェとかで作業したりしてますね。それでもうクレカとかやり取りしても安心ってことね。これさ、もしかしてクレカだけじゃなくて LINE の内容とかまでさ、バレちゃったりする？全然可能性としてはありますよね。だからエクスプレス VPN の出番という暗号化をして通信することで、例えばハッカーとかスーパーコンピューターを使ってハックしようとしたとしても、何十億年かかるレベルで暗号化してくれるんですよ。じゃあその暗号化とかって複雑なことをボタン一つでできるってめっちゃ便利じゃない？そうですね。しかもエクスプレス VPN 業界最速の速度を誇るので、VPN 押したからといって遅いとかそういうのもないんで、めちゃくちゃいいです。安心。でもこういうさ、予防みたいなことって失ってから気づくこと多いじゃない？全ては失ってから気づくんや。そうよ。だからそれボタン一つできるはすごい安心ね。いろんなフリー Wi-Fi と接続しても安心ですよね。そしてね、今なら僕たちの動画の概要欄とか固定コメントにあるリンクから登録すると、月額利用料金が実質3ヶ月無料になるプランあるみたいな。よかったら見てみてください。